ヤモリの京介です。こんにちは。今日は僕の愛用しているバッグの紹介をしたいと思います。僕が使ってるのはノースフェイスのビッグショットっていうリュックなんですけど、だいたい30リットルぐらいかな、容量感です。結構これ荷物入るし、大きさも結構大きいんで気に入ってて、かつデザイン性あるみたいな感じで、僕の愛用バッグです。普通の既製品だとついてないのがこのゴムなんですけど、僕よくスケボーとか持ち歩いてたりとか、あとは服脱ぎ着するんで、それかけるのにすごい使えるんで、自分でその時につけて、でノースフェイスのこのゴム止めるやつとかあったんで自分で作ってみました。早速中の方からいきたいと思います。まず紹介したいのはこの空調服なんですけど、これは僕が娘の友達が引っ越しする時にちょっと引っ越し手伝いしてて、で僕もともと引っ越し屋さんだったんで、だからそういうので引っ越し手伝って、でその時にあげるからお願いしたいんだよねみたいな感じでお願いされてもらったのがこの空調服で、これ夏ずっと着てて本当にこれないと生活できないレベルで愛用してます。よく汗かくんで、こういうファンも取り外しながらすぐ洗濯できてっていうので、だいぶ僕が気に入っている商品です。ちょっと着てみますね。で、普段こういう空調服着ながら内見してて、たまにくっさい物件あって、ハクビシンとかの糞尿だったりとか、猫の匂いとかが充満している部屋に、これそのまんま入ってくんですけど、このファンで匂いそのまんま上がってきて、直で鼻に来るんで、なかなかくっさい内見を経験するんですけど、それよりもやっぱ暑いんで、夏とかも普通に空き家でも40度あるんで、臭いプラス暑い。最悪の状況ですけど、よくこれ使ってます。で、ワークマンが出しているやつなんですけど、肌感マイナス5度になるってやつで、僕が着ると結構もうそこら辺のヤンキーみたいな感じで入れ墨隠してる人かなみたいな風貌になっちゃうんで、ちょっとあんまり電車乗る時とかはつけないようにしてるんですけど、内見する時とかはこれつけて、蚊がなんかあんまり来なかったりとか、すごいいろんな効果あって僕は気に入っててよくつけてます。続いては僕がヤモリの内見行く時に絶対使っているこの内見セット一式です。まずもう袋の紹介からなんですけど、結構メッシュはこだわってて、こういう大きい袋だって言ってもこんだけ荷物入れちゃうとかさばっちゃうんで、袋の中に空気がたまらないように普通にこうやってぐちゃぐちゃに入れても入るんで、結構お気に入りです。で、あとは匂いとか臭くならないように通気性いいものにしてます。で、まずは W 大阪でもらったスリッパ。これ物件綺麗なんだけどスリッパないところとかよくあるんで、このスリッパで内見してます。で、次にこれはこの前使っててすんごい臭くなって捨てたんでまだ使ってないですけど、ライトグリップのコンビニでもよく売っている作業手袋。次がこのセルカ棒なんですけど、これないと本当内見終わんなくて、どこで使うかっていうと屋根見るときとか、こうやってこれ確か120センチぐらいまで伸びるんで、見えないところないぐらい伸ばせることができるんで、こうやって回しながら屋根を見ています。で、次天井裏と、あとは床下とか見るときにこのセルカ棒を使って撮影してます。次にドライバー。これは長いのを欲しくて、結構空き家の古い家とかだと遠くにあるところとかにネジがあってちょっと長いものが欲しかったりするんで、長いプラスドライバーで、次これも重要なアイテムなんですけど、傾きをチェックする商品で、普通に Amazon で売ってる商品です。今内見の時に項目として何度傾いてるかっていうところまでちゃんと調べないといけないんで、この数値計を持って何度傾いてますっていうのを言えるようにこれを買いました。で、今普通に 0.6 度ぐらい傾いてるんですけど、向きによって変わったりして結構面白いです。この家傾いてます。で、次、これ僕の大お気に入りのバールなんですけど僕多分これ職質受けたらマジでやばいなって毎回思いながら電車乗ってるんですけど、本当にこれ好きで、なんで好きかっていうと、点検口がないお家とかで床が見えないってなった時に、畳剥いで、まず畳って軽いのと重いのあるんですけど、本畳だと本当に重くて、僕普通に何でも持ち上げられるぐらいの力はあるんですけど、だいぶ苦戦する時があって、でその時とかはこの畳の間にこの細い方入れてガッて上げて持ち上げて、で次にこっちなんですけど、その畳の下にある捨て板張りの部分を釘抜く時とかにこっち使ってて、でそうすることによって板外せるんで割らないようにめっちゃ気をつけながら入れるんですけど、でその後釘抜いてもここで叩けば釘入れられるし大好きです。これでよくおばあちゃんとか内見に立ち会う時あるんですけど、その時はこれを袋のケツに隠しながらすいませんみたいな感じで入ってって、畳のところ行ったらそそくさっと出して、えみたいな、
すっごい驚かれて、前80ぐらいのおばあちゃんに強盗されるんかと思ったって言って危なかったことがあります。っていうぐらい危険なものですけど、僕は愛用してます。っていうのが僕の内見セットです。あとは僕内見以外にもヤモリで所有している物件とかの修繕をやったりするんで、その時に使っているものの紹介です。まずこれが普通にカインズとかのホームセンターで売っている商品なんですけど、充電式マキタのやつよりも全然でかくなくて、本当にこんなスポット入れられるぐらい携帯用の電動ドライバー、電池式単3 4本入れれば動くものなんで、これ入れてます。もらったことあるかもしれないですけど、ヤモリのポーチ、この中にペンチ、このドライバーのプラスとかマイナス、あとはこれは僕が中学校からずっと持ってる差し小針ですね。なんでかわかんないですけど、これをたまに使ってて、服破れた時に移動中縫ったりとか、そういうのを使ってます。ライター、あとはネジとかですね。ネジ一式結構入れてて、自分の物件の DIY する時とか、あとはヤモリの物件とかで余ったネジとかもらって軽補修する時に結構使えるんで残してます。そんないっぱいはないですけど。で、あとは替えの電池が入ってて、あとは単4の電池みたいな感じで結構何でも入れてます。あと最後は瞬間接着剤。これも一回使えば終わる携帯用のやつなので、使い切りタイプの瞬間接着剤です。っていうのが僕の中身ですね。あと最後にこのゴルフボール。これはよく空き家行くと、どっちに傾いてんのってなった時に、こっちだと向きまでは分かってないんで、これをやりつつ置くとゴルフボールが勝手に転がってくんで、この家やっぱり傾いてんだよなみたいなのが分かったりします。こんな感じでダーって傾いていくんで結構面白いです。で、これが完了検査する時とかってクリーニング屋さん入ってるんで、もうお家が完全に綺麗な状態になってるんですけど、それでも水漏れしてないかとか、どっか汚れてないかっていうのはやっぱ確認しなきゃいけないんで、こういう雑巾入れてて、これも普通に粗品とかで渡されてるものなんで、すぐ捨てれるようで持ってます。という感じが僕の仕事セット。これまた、これがコンビニとかでも売ってて、細いドライバーとかドリルとかネジ切りみたいなのも入ってます。で、あとは今紹介したのは僕のその内見行ったりとか現場行ったりとかする時の荷物なんですけど、その他に僕のヤモリも現場だけじゃないんで、普通にパソコンと、これ最近新調してて、現場行きすぎて、前のパソコンがここ真っ二つになって、止まらなくなっちゃって、それでも使いたかったんで、養生テープで止めてたんですけど、それも破れて、次は閉まらなくなるっていう謎の現象が起きたんで、さすがに新調して、キャリアとかでいろいろやって、キャンペーンで、確か定価が18万のやつを5万とかで買ってます。めっちゃいいお買い物しました。で、次に、そういう充電器類のコードだったりとか、あとは携帯用バッテリーですね。が入ってます。で、あとは僕はイヤホン壊れててずっとヘッドホンで、これもなんかすごい年季入っちゃってるんですけど、ノイズキャンセリングがすごいありがたくて使ってますよく。これ照れますね。こんな感じです。で、あとは財布と、これは奥さんと付き合ってた時ぐらいかなにもらった財布で、どっかで一回落としたんですけど、半年後ぐらいに鮭として戻ってきて、もともと結構綺麗なカーキ色だったんですけど、熟成されて戻ってきたんで、それでも今ちょっと使い続けてます。あと最近買った水筒、ちょっと熱すぎるんで、というのが僕の一式です。あとは普通に雨とかやっぱりよく降るんで、携帯用の折りたたみ傘入れてます。僕結構匂いフェチなんですけど、この匂いの制汗剤を結構常備してて、まずは普通に塗るやつで、汗と匂いを抑える制汗剤ってやつよく使ってます。あとはさすがに本当に暑いんで、このシートですね。シートもフェイスとボディ用のやつ使います。で、最後に僕の愛用している香水なんですけど、ルラボのテノールってやつなんですけど、このブラックティーの匂いらしくて結構渋くてすごい好きです。ユニセックスなのか、なんか女性も男性もいけるっぽいんですけど、男性っぽい匂いがして僕は好きです。あとはあんまり被らないんですけど、一人だけ一緒の名刺入れの人いて、僕の一番愛用している気に入っているアイテムなんですけど、この名刺入れは奥さんに誕生日にもらったやつで、このオレンジの色っていうのも気に入ってますし、もともと僕設計事務所に勤めてたんですけど、その時建築士目指してたんですけど、この名刺入れを作った人も一級建築士の人らしくて、そういうつながりもあって買ってくれて、印象としてこのオレンジが鮮やかなんで、ヤモリの後藤ですっていう風
風に渡すときに結構気に入ってますね。これ買ってもらってよかったなって思ってます。ということで、僕の荷物約30リットルの中身はこんな感じになってて、途中コーラ飲んだりとかして、多分この動画見る頃には、木こり先生に僕怒られてると思うんですけど、楽しみに。皆さんも内見するときにいろんな荷物、これ何がいいかなとか、そういうのを迷うことはあったりすると思うんですけど、僕のこの動画見て荷物揃えてみて、内見するときにこれだけ持っていけばいいみたいなセットがあると、内見もしやすくなるし、内見怖いと思ってるのも少しハードルを下げてできるようになるのかなと思うので、ぜひ僕を参考に内見道具揃えてみてください。以上です。バイバーイ。